機体数を数える？冗談じゃありません。シャア・アズナブル機体種71機プラスアルファ。シャア・アズナブルは機動戦士ガンダムにてアムロのライバルとして登場し、様々なモビルスーツに登場して戦いを繰り広げました。さらに続編の機動戦士ゼータガンダムでは名前を変えてクワトロ・バジーナとして登場し、逆襲のシャアで再びアムロと戦いを繰り広げ、その姿を消すことになりましたが、その人気の高さから様々な機体に登場しています。今回はそんなシャアの機体について設定のみの専用機も含めて可能な範囲で調べてみましたので、そちらを見ていきたいと思います。まず機動戦士ガンダムでは MS-06S 指揮官用ザク2、通称シャア専用ザクに登場しました。指揮官はパーソナルカラーに塗装することを許されており、シャア専用機は全身を赤系統で塗装していました。シャアがパイロットとしての高い技量を発揮したことで、通常の3倍の速度で戦場をかける赤い彗星として恐れられました。次に MSM-07S ズゴックです。ズゴックは水陸両用重モビルスーツとして開発されましたが、中でもシャア専用ズゴックはジャグロー攻略戦で名もなきジムを貫くなどの活躍を見せています。しかしジオンはジャブロー攻略戦に失敗し、戦いの場は宇宙へ移っていくことになりました。こうして物語終盤前に登場したのがゲルググとなります。量産型に先駆けて少数生産された機体で、そのうち1機がシャアに配備されました。企画当初の機体名はゲルググではなくギャンだったと言われる機体で、ララーと共にガンダムとの激しい戦いを繰り広げました。その後アバオアクーデの最終決戦ではジオングに登場しました。ニュータイプのパイロットに対応した操縦火器管制システムサイコミを搭載した機体で、自身のニュータイプ能力を不安視しながらもガンダムとの激しい戦いを繰り広げました。このように数々のモビルスーツを乗りこなすシャアはモビルスーツ以外にも登場しています。部隊の監視下部に搭載されるコムサイを操縦し、コアファイターと空中戦を行う様子が描かれました。また偵察機グッグンを操縦し、ホワイトベースに攻撃を仕掛けています。他にホバークラフト式の小型艇であるシーランスで自ら偵察を行っています。ちなみにフラナガンブーンが登場したグラブロはシャアに貸してほしいと懇願していたことから、もともとはシャアのために与えられた機体ではという意見もあります。外伝作品などではさらに様々な機体を乗りこなします。機動戦士ガンダムジオリジンでは、まず幼き日のキャスバルはガンタンク初期型で攻撃をしています。成長して土方をしている際はモビルワーカーブルドーザータイプに登場。その後は MS-05 ザクワンに登場します。ドズルに直談判して入手したシャア初のモビルスーツです。シャアと黒い三連星は受領したザクワンで連邦軍を圧倒する性能を見せました。また MS-05 ザクワンの改良タイプ MS-05S シャア専用ザクワンにも登場しています。ただしザク2の生産ラインが安定してからは足早にシャア専用ザク2に乗り換えました。また映画ククルス・ドアンの島ではシャア専用高機動型ザク2が登場しました。アムロの回想シーンで一瞬登場するのみですが、描写から大気圏突入前に戦うシーンでのシャアザクがこちらの高機動型ザク2に置き換えられたと思われます。ディレンの野望などではブリティッシュ作戦で MS-06C 初期量産型ザク2に登場しています。カラーリングは赤ですが、いわゆるシャアカラーだけど3倍じゃない機体となります。ゲームブック機動戦士ガンダム最後の赤い彗星にて、一年戦争終結前後にシャア専用高機動型ザク2に登場しています。推力向上と装甲剤の軽量化耐性向上が図られた機体です。モビルスーツバリエーション設定で MS-06C ザク 2C 型と MS-06F ザク 2F 型の専用機に登場したという説も存在します。また放送当時の絵本でのみ登場したシャア専用グフ、小説版機動戦士ガンダムに登場したシャア専用リックドム、漫画機動戦士ガンダム冒険王版に登場したアッガイ、富のメモに登場したジオングのプロトタイプと目されるキケロガ、アッザム、ガルバルディ、そして謎に包まれた機体ガラバといった機体の登場記録があります。その他には
トニー竹崎のガンダム漫画ではシャア専用ボールやとりあえず赤くして角をつければいいと言わんばかりのシャア専用ザクレロやサクサク×シャア専用作も登場しており、極物としては漫画機動戦士ガンダム3にゾゴジュアッジも登場します。一年戦争の機体は他にも機動戦士ガンダムディレンの野望シリーズのイフ設定が多数存在しており、シャア専用ギャンやキャスバル専用ガンダムも存在します。また漫画 SD ガンダムフルカラー劇場ではシャア専用ザク、シャア専用ズゴック、シャア専用ゲルググ、ジオングが合体したシャア専用ザズゴググングも登場しました。さらにここにキャスバル専用ガンダムを加えたシャア専用ザズゴググングも登場しています。一年戦争が終結しアクシズへ逃れた後の出来事を描いた漫画機動戦士ガンダムシャアズディレイティッドアフェア若き彗星の肖像ではシャア専用ゲルググを再調整した外宇宙用ゲルググやドズルザビがシャア専用機として開発を進めていたとされる拠点防衛用大型モビルアーマー 0GR、 飾りではない足がついたパーフェクトジオング、そして黒い3連星専用高機動型ザク2にも登場しています。さらに地球圏へ戻った際はジムにも登場しています。グリプス戦役が描かれた機動戦士ゼータガンダムではシャアはクワトロ・バジーナと名乗りエウーモに参加しました。劇中で当初はリック・ディアスに登場していましたが、テレビ版やガンダムイボルブ2などの作中では一時的にガンダムマーク2にも登場しています。その後は100式に登場しました。シャアといえば赤がトレードマークでしたが、さらに目立つ金ピカのデザインでファンの注目を集めた機体となりました。100式はアーガマの主力として活躍し、グリプス戦役を戦い抜きました。なおゲーム UC エンゲージではキリマンジャロ戦でリゼにも登場しています。この時代はその他に小説モビルスーツコレクションノベルズではシミュレーター上でプロトタイプリック・ディアスに登場します。漫画機動戦士ゼータガンダム宇宙を超えるものではリック・ディアス界に登場しています。漫画サイドストーリー・オブ・ガンダムゼータでは100式界やガンダムマーク3に登場しています。機動戦士ゼータガンダムディファインでは100式の立ち位置に相当する機体0式に登場しました。さらに何を血迷ったのか、アナハイムエレクトロニクスが抹消されたはずのサイサリスを提案してきたので稼働テストとして登場しましたが、基本設計の古さをダメ出ししていました。漫画新モビルスーツ戦記機動戦士ガンダム短編集ではギャンを中域戦闘用として再回収した機体ギャン EX に登場しています。他には登場を予定していた機体としてコンペティション・オブ・ニューガンダムレッド・オア・ホワイトのシミュレーション上でシャア用のデルタガンダム2号機が存在しています。アナハイムラボラトリーログではクワトロの蒸気を目指したガンダムマーク3 8号機が登場し、後にガンプラで発売されているほか、シャアは直接登場しませんでしたが、アクシズのジオン残党が改良した赤き機体ドアスカイも存在します。その後の機動戦士ガンダムダブルゼータから逆襲のシャアまでの時代ではまずシュツルムディアスがあります。この機体はグリプス戦役時にクワトロが登場予定でしたが100式が与えられたのでゼータガンダムの作中では登場せず、後にネオジオンに持ち込まれました。漫画機動戦士ガンダム MSVR ジョニー・ライデンの期間ではサイコフレーム試験機の一つであるシャア専用ディゼやディゼトラバーシアに登場しています。また漫画機動戦士 VS 伝説巨神逆襲のギガンティスではスザクに登場してアムロとジュドーが狩るメガゼータを援護する様子が描かれています。漫画機動戦士ムーンガンダムではサザビー初期試験型重力化仕様に登場しています。またゲームブック機動戦士ガンダムシャアの期間ではゼガンギャプランをはじめとした様々な機体に乗せることができるようになっています。その後の第2次ネオジオン構想時代ではまず逆襲のシャアに登場するヤクト動画です。設定上はシャアの蒸気を想定して開発された機体ですが、作中ではクエスがヤクト動画で戦い、シャアはサザビーに登場しました。サザビーは映画版サザビー、ハイストリーマー版サザビー、ベルトーチカチルドレン版サザビーイコールナイチンゲール、そして福岡ニューガンダムと同時に誕生したサザビーダブルホーンファンネル装備が存在します。ちなみにシャアズカウンターアタックモビルスーツバリエーションではナイチンゲールを参考としたアルパージールの後継機ベータージールが存在します。特にシャア専用機という設定はありませんが、開発系譜と機体カラーから考えると
シャアの登場が想定されている可能性があるのかもしれません。劇場版ではニューガンダムとの戦いの果てにサザビーの脱出ポッドを捉えられ、アクシズショックでアムロと共にその姿を消すことになりましたが、サザビー自体はアクシズに残りました。映画「トワイライト・アクシズ」ではアクシズ表面に残されたサザビーが描かれているほか、ハマーンがシャアをアクシズに留めたいという気持ちで作られたという設定のザク3回が登場しました。また本作にはサイコミを搭載したノイエジールの発展機アハバージールが登場します。この機体はシャア登場機ではありませんが、シャア専属のフィッターエンジニアアルレット・アルマージュが残されたサザビーからシャアの ID を引き出して起動しているため、開発過程でシャアの登場を意識して作られているのかもしれません。またガンダムトライエイジにてアルパージールを回収したとされるオリジナル機体ディガンマージールに登場しているほか、ギラ動画バリエーションでは設定上のシャア専用試作機レーテ動画も存在しています。他にもガンダムビルドファイターズバトローグでは疑似人格としてバリスティックザクのパイロットを務めています。これ以外もゲーム SD ガンダム G ジェネレーションシリーズにてノイエジールの後継機ノイエジール2が登場します。アハバージールと同じくサイコミを搭載したニュータイプ専用機として開発され、シャアが登場予定とされていたものの、実際の生産は見送られた機体とされています。スーパーロボット対戦 F 完結編ではザク回シャア専用機が登場します。ただゲームオリジナルで名前もシャア専用機となっていますが、本機にクワトロは乗れるものの、シャアは普通のシャアザクに乗るからかこのザク回に乗ることはできません。他にスーパーロボット対戦30ではフルアーマー100式回にも登場しています。機動戦士ガンダム vs ゼータガンダムでは宇宙世紀モードでキューベレイマーク2に登場しています。サンライズ英雄譚ではシャア専用ガンダムマーク2、シャア専用100式、シャア専用ゼータガンダム、クワトロ専用ゼータガンダムといった機体が登場しています。このように F 設定も含めるとシャア専用機は無数に存在しており、アムロ専用機と違ってとりあえず赤か金にしておけばシャア専用と呼んでも違和感がないというのが面白いところではないでしょうか。余談ですが、シャア専用はモビルスーツのみならず現実世界でもコラボしており、様々な人気商品が生み出されています。まずは自動車コラボのシャア専用オーリス、ジオニック社製シャア専用ロードバイク、アナハイムエレクトロニクス社製100式ロードバイク、シャアザクケーキ、土鍋シャア専用ズゴック、赤い水性オイルシャービン、明治アーモンドチョコレートバージョンガンプラではジオングやニューガンダム、シャア専用入浴剤、体脂肪が多いと認めたくないものだな、自分自身の不摂生ゆえの過ちというのはと言われてしまうシャア専用タニタの体組成形、シャア専用折りたたみ携帯、シャア専用マッサージチェア、シャア専用万年筆や手帳、シャア専用ティーカップ、シャア専用座布団、シャア専用 G ショック、シャア専用バッグ、シャア専用マクドナルドと、このように様々な商品が存在します。ガンダムやアムロコラボの商品と比べると赤や金はコラボ相性が良いからか無限に増え続けています。ガンダムの作中ではアムロに勝てなかったシャアですが、現実世界ではシャアの方が一枚上手のようです。挽回するチャンスはまだある、アムロ君。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。